ほな質問コーナーの続きやっていくで。はい、視聴者さんへ真摯に答えていきましょう。ほな読み上げていくで。質問です。広報官さんのお付きのカストーデスさんは、他のカストーデスから白い目で見られてないか心配です。そこら辺は大丈夫なんですか？カストーデスって職業差別あんの？結構詳しい方からの質問ですねこれ。と言いますと？下手すればカストーデスは、40K 世界のキングオブ老害なので。めっちゃ言うやん。そもそもこの世はもともと皇帝陛下の側近として作られた超人兵士なので、第一に守るべきは皇帝陛下であり、帝国そのものではありません。ほんなら皇帝陛下がおられる地球と、100の帝国惑星どっちと言うたら？余裕で地球ですね。余裕って極端やな。実際その思想は凄まじく、一部でマリン嫌いな方もおられまして、お前たちは皇帝より兄弟を選ぶ、アデプトス・アスタルテスは昔からそうだった、と、自分からしでかした内戦にて逆ギレしてたと言われてます。ちょどういうことなんよ。なんでもカストーデスが、プライマリス輸送先で合流するはずだった本体が、退落者認定されまして、カジュアルに裏切るなマリーン。で、輸送中のプライマリスも異端扱いして拘束しようとしたんです。輸送中ってことは、退落参加してへんかったんよな。はい、なんか連帯責任的なあれだそうです。意味わからんわ。そんな横暴で追われるスペースマリーンも抵抗するに決まってまして内乱になってですね。やばい。完全にスペースマリーン敵視しとるやん。で、さっきの言葉、お前たちは皇帝より兄弟を選ぶ、アデプトス・アスタルテスは昔からそうだった、的なことを言ったそうです。待って、カストーデスって、思想とか精神もマリーンと比べもんならんほど教育されんかったっけ？戦闘技術に加え、歴史、哲学、政治、外交、と多様な知識を学ばされます。そんで偏った思想しとるんは教育の敗北やないけ。完全敗北です。なぜならホルスの退落で皇帝陛下をお守りできなかったトラウマがあるからです。繊細やな。カストーデスの唯一にして絶対の責務を果たせなかったのは、そりゃもう1万年経った今でも継がれる地獄で、ひどいのになると皇帝陛下より賜りし鎧を着る資格ないと、反乱のカストーデスもいたくらいです。理屈はともかく行為は知識人がすることちゃうやろ。先ほどの内乱まで起こすこじらせ方は個人のものですが、皇帝守護失敗のトラウマはかなり大きく、こういった気候だけでなく、皇帝陛下がお眠りになっている地球から、1万年もの間、軍団規模で公然と外征することを避け続けたのです。1万年間言うたら相当な戦場が方々でドンパチしてたやん。はい、総主張を失うような戦い、幾度と起こるブラッククルセイド、ウルク帝国の復活と語ればキリがありません。ほんで、地球から一歩も動かずかいな。いえ、少数や秘密任務では外へ出た者もいました。ですが黄金の軍勢として銀河を戦い歩くことは、ほぼありませんでした。あれやな、めっちゃ学校出た子が、就職大失敗して引きこもるみたいなもんか。市民にわかりやすく言えばそうですね。しかしカストーデスまで伝統的な立場の帝国民ともなれば桁違いで、誇りが絶対的とも言える立場を曲げる出来事を強制する力なんぞ1万年以上現れることもなく、もはや偏屈になるのも仕方ない気もしています。そんなごっついプライドのんが、会社は労働者やのうて株主のもんです言うとるような連中やねんな。例え方はあれですがそれがわかりやすいですね。なるほどな、そりゃこの質問の意味もようわかるわ。けどカストーデス君みたいに今は遠征してるわけやろ？現在ではカストーデスは少なからず地球から出て戦っています。そんなこの絵の人らが、地球から離れて任務に就くなんて考えられへんねんけど。13時ブラッククルセイドで歪みが強くなり、地球に悪魔が湧きやすくなり、ついには攻めてきましてね。地球そんなんなんか。ですからいよいよ地球の外の脅威を排除しに行かねばならない焦りができ、そこへ復活したロブート・グエリマンが皇帝陛下と謁見して帝国の今後を定めたらしく、さらっととんでもないこと言うとるやん。帝国の戦力としてカストーデスが地球外にも赴くようになったというわけです。これ放送できんからカットやな。後で編集しましょう。そんであれやねんな、キングオブ老害が広報なんちゅう仕事させられたら、他から白い目で見られんかって質問来たんや。多分そうですね。役職的にもこの衛兵はこの位置なので。明確に行政やマリーンよりも上やな。はい、でも見ての通り下の方。しかしカストーデスは少しばかり立場の外にいるような存在でもあります。歴史的にも皇帝陛下の側近でもあり、そこへかまけて独自のプライドを持つ方がいるんです。うちも疑問やねんけど、んなとこで育ってよう今の性格なったな。地球に皇帝陛下いないんじゃないかと前々から思ってましたので。今回収録の編集大変やで。すみません、嘘をつくのもどうかと思いまして。鳥は吐き出せるうちに吐き出しとこか。皇帝陛下のために。で、おらんいう根拠は？遠い戦場で皇帝陛下の幻影や、啓示を見たというものが現れる一方で、
黄金の玉座のすぐそばにいる我々が皇帝陛下のお声を聞けませんでした。それって全部本物なん？長年接していたグエリマンなら確かめられるでしょうが、そうでない人もいますし、確証はありませんが、それで立ち上がり戦いを継続した戦士もいるので信憑性はあります。まあ根拠にしてもええんかな？対して地球を守るカストーデスには幻影を見たのはほんの一握り。今や我々の守る地球に皇帝陛下がおられるのかどうかという疑問と、皇帝陛下のお心とお力が銀河全域へ向けられているのであれば、その子の得たる我々も、玉座の前だけでなく外の世界で使えるべきではないかと。というのが、自分の常々の考え方でした。カストーデス君にとって皇帝陛下を守るのは、地球を守ることやなくなったんや。その思いが霊というわけではありませんが、皇帝陛下がこの世よりも帝国そのものへ目を向けてる。今ははっきりそう思ってます。賢いな、カストーデス君。カストーデスなので、とはいえ、はっきり言葉にして今ようやく気持ちがまとまった気もします。どういうこと？前回、広報の仕事が帝国のためになると思いっきり伝えたと言いましたが、戦士として育った自分には、やはり違和感がありながら続けてたんです。せやろな、最高戦力のこの衛兵がようやってる思うわ。ですが、この番組を見てくれた市民の声は、この世やってた時よりも届いています。となれば、銀河中を飛び回ってる皇帝陛下のためにもなるだろうと。やりがいを感じてます。好きでやってるいうこっちゃな。はい、笑いたければ笑われても構いません。あはは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 、とんだ不良この衛兵やでほんま。けどな、力ある人間が戦わんで何してるねん思う人らも絶対多い思うけど、それで？新しいものは常々上昇から始まるもんです。ほうほう。古代寺でも、新しい芸や媒体は初めのうちは軽く見られたそうです。急に博識なんなや。寄席の芸がラジオへ進出した時も、客が来なくなると警戒されました。しかし結果的には、放送によって芸人を知る者が増え、寄席も栄えました。新しいもんが、古いもんを滅ぼすとは限らんいうことやな。はい。落語も漫才も、ラジオやテレビに合わせて形を変えました。もはや退化し、流行が意味をなさないこの時代、皇帝陛下への奉仕が形を変えても不思議ではない。古の知識と暗黒銀河で拡大解釈とは、やるやんけ。カストーデスなので、そもそも古代寺の武士も、戦場で剣を振るうだけではありませんでした。政治を行い、スイカや茶を学び、能を愛し、自ら舞台に立つ者さえいたそうです。武人が人前に立ち、文化を担うことは決して武人を辞めることではありません。ほんならカストーデスが番組出てもええいうことやな。はい。自分は武器を捨てたのではなく、新しい武器を持って戦っています。それ今考えたやろ？はい、今まとまりました。直情的やな。カストーデスなので。せやけどそこが似たもん同士盛り上げていこう。はい。ほな次の質問いくで。皇帝陛下のために、質問です。アデプトス広報官さんやカストーデスの一日のルーティンはどんなのでしょうか？これは様々やな。ですね。初期の頃にやらかしまくって仕事来んようになったから、自分らで仕事作るようになって、それが転じて宣伝紹介してもええようになったから、今や自分らで取材と動画編集して放送しとるもんな。暇な時間がほとんどありませんね。ひどい時やと寝る暇もあらへんから、仕事中にグース化してまうこともあるわ。放送事故になるので気をつけてくださいね。すんません。そういえばよくハイブへ出かけては弊社や学者に手を教えたりしてますが、あれってボランティアなんでしょうか？バイトや。バイト？借金。えぐーてな。借金、してられるんですか？まあ。どうして？建物とか、いろいろぶち壊してるから。あれ、やっぱ弁償させられてたんですか？そりゃまあ、謝っただけですまんこともあるさかい。業界側が持ってくれるのでは？仕事来んようになったあたり、でぶっちされてもうて。初耳ですよ。相談してくれればよかったのに。それはあかん。現場以外のことでケツまで吹かすんはちゃうやんか。うるさいですよ。止めれなかった自分にも非はあるわけですから。でも大丈夫やから、占い師に儲かる仕事紹介してもろたから。はい。あなたのお姿と環境を利用すれば簡単なことです。ほうほう。こんな感じでグラビア発売したら一撃で借金なんかチャラで。ダメー。なんでや、うちが言うてるんやからええやんか。営業界の教えで金力教えられてるでしょうが。その辺なんざ合ってないようなもんやん。キクターリペンティアとかめっちゃ露出して突っ込んどるやん。あれは食材のために地や倉庫を剥奪され、所有、身分、応募してた残の象徴ですから。そんなん言うたらうちのこれかて芸術言うて出したらいけるやろ。古代テラ人みたいな言い訳しないでください。っていうかなんですかこれ、YouTube に載せれない格好ですよ。何考えてるんですか？自分でもええ感じに撮れたなって。自ら誘惑に負けてるじゃないですか。言うて成長会もソロリタスも明確に脱いだらあかんいう戒律ないやんか。後半はが売れなくなるからです。それ言うてまう？アデプトス広報官さんのおっしゃる通り、性的アピールへの戒律は正教会では見当たりません。古代寺の聖書だって、生々しい性的表現があったにもかかわらず、ここまで来ると不自然です。それはつまり、性的表現を禁止するという明言さえも危ういからと思われます。
否定すると逆に話題になるみたいなんあるよな。はい、古代の聖書で性的表現をしておきながら、厳しくそれを取り締まる宗派もあったそうですが、まあ逆に荒れたという生々しい話もあります。そうなんや。故に一切そこに触れないことで、コンプラ回避するという戦法なんでしょう。めたいな。現に近年のミニチュアは、露骨な表現を減らしつつあります。例えばペンジェントエンジンやリペンテアなども変更点が大きく、現行版は囚人の体が機械部品や高速組み埋め、拷問機械としての表現を強くしてます。おお、歴史を感じる。他にも原著代わりであるダークエルダーにも補助という直球なミニチュアもありましたが、なんやこれ、何の役に立つんや。ステータスは一切なく、ただの飾りミニチュアです。そんなミニチュアが存在してたとは。これらも今は廃止されていますからね。いろいろ改革されとんな。社長であるスラーネッシュでもこの通り、女性的な強調よりも、悪魔的側面が目立つようになりました。欲望の悪魔までコンプラ意識しとる。一部でスラネだからといって適当なことをする人たちもいますが、公式の方針と努力を見るに、何を避けて何を求めてるかの空気があります。人前に出る広報官さんが、コンプラ意識できなくてどうするんですか？うちが間違っとりました。聖女としての自覚を持ってつつましくいきます。そうしてください。これは焼却しときます。とはいえ、表現を変えるならありとも言えますしね。ほえ？チョボリスでの民族衣装や、廃部時代の着こなしくらいならありかもですね。やめとくわ。教えてる子らに聖女がコスプレして稼いどる運も悪いしな。道を外れそうになったら、帝国の人々のことを思い出すようにしましょう。そなするわ。ほな次の質問やけど。すみません。そろそろ尺の都合でですね。待つんな、まだ2つしか答えてへんぜ。質問50個くらいいっとんやぞ。まあ今回のはいいね数多いのに絞りましたから話も濃くなるというか。次は巻きでいくからな。肯定成果のために、